本日は皆さんにとっても悲しいお知らせがあります。What? 何言ってるベイビー？ジェンタクリスです。本当に今日は悲しいお知らせが皆さんにあるんです。もうやだ。また一人っていう感じ。また一人になるの私。なんだと思う？実はね、クリスが一人で勝手に決めたの。何が？リトアニアに戻るんだって。ね。違うベイビー。ちょっと待ってて。皆さんちょっと待ってて。違うベイビーって言ってるけど本当だからね。全然違わないからちょっと聞いてみようね。たらー、まずね、サンドイッチ食べてください。かわいい。いやー嬉しい。ベイビーが作ってくれた。言いたいことはあります。昨日ね、動画作ってたんだけど、インスタ載せてるやつ、いただきます。動画作ってサンドイッチ作りました。動画で。家でいろんな工事してて、工事してる間にちょっと動画撮ってた。おいしい。おいしい。何これ？これね、アプリコットトースト。アプリコットなのこれ？アプリコットトースト。へー。美味しいよね。ね、昨日作ったら、食べてみて、一番美味しいサンドイッチ作りました。と思ってた。クリスの？僕の中で。この白いさ、何バターの代わりに何？チーズ。コテージチーズ。コテージチーズ？コテージ。すごいね。バターの代わりヘルシーじゃない？美味しい。ちょっと一時的なテンポラリーのちょっと嬉しいこと。テンポラリー。昨日作ったんだけど、ベイビー食べなかった。こうになりました。冷蔵庫の中入れて、ちょっと硬くなりましたから、今日また作らないといけないことになったから。美味しいよ、でも。めっちゃくちゃ美味しい。本当に美味しいね。ありがとう、ベイビー。すんごいサンドイッチ美味しいんだけど、なんかね、私ね、最近レッスンしたの。そしたらね、いきなりふくらはぎがつって、肉離れかなって思っちゃうぐらい。肉離れたらさ、すっごい痛いじゃん、ずっと。なんかしこりが残るじゃない？だから肉離れかな、つったような感じだったの。初めて人生でつったのね。だから水が足りないのかなって水分取ったんだけど、よく考えたらきっとベイビーが勝手にリトアニア行くからだと思う。それで釣ったの。本当にその時一時的に歩けなかったの。で、ベイビーに速攻電話して歩けないって言って、リトアニア行けないんじゃないっていう感じで言ってて、ほら、世話見ないといけないから歩けないと。ってなって、引き寄せみたいなね。わかる？なんかそんな感じが自然に起きてしまったっていう。ね、ベイビー。かわいそう。すべてがかわいそう。身体的にも精神的にもかわいそう、私。っていうね、もう悲しいね、お知らせ報告で、なんか悲しいことをさ、ベイビーからちょっと言われたから最近ね。でも、電話来て、ベイビーから、足がめちゃくちゃ痛いよって話になって、じゃあ、ピックアップ行きますって。あったら、まあ、ちょっとこういう感じあるけど。ビッコ引いて。かわいそうと思って、まあ、すぐ、ビエトナム料理探して、ビエトナム料理食べると、よくなる、いつも。ビエトナム料理探して、すぐ近くにあったんだけど、行ったら閉まってる。まあ、もう信じられないと思って。引き寄せ。すごい強いよね、と思った。まあそんな感じでベイビーのね、その悲しいね、出来事があって、精神的にも、まあ最近はね、良くないなっていう感じなんだよね。ベイビーが一人で、私とビジョンを置いていくわけじゃない？リトアニアに。なんで行くのか、何日ぐらい行くのかっていう、ベイビーから言わないと、私が言うのもおかしいじゃん。何日？2日。2日間いない。嘘ばっかり。ちょっと待って、何泊だっけ？今日でしょ？いつ帰ってくるの？まあそれもはっきり言ってないよ。何曜日？水曜日。今日日曜日。
日曜日、月曜日、火曜日、水曜日。3泊4日。だから2日じゃなくて4日間。丸々厳密2日。日、月、火、水。4日間ですよね、完璧ね。4日もいないんだよ。どうやってもう怖い。かわいいじゃなくて、かわいそちょっと待って。皆さん、どうやってカウントしてるか、〇〇の日か、何泊とかう。みんなとかそういう問題じゃなくて、私がかわいそうだから、私がどう思うかなんだよね。そこが大事。で、今日ね、行くの。これ終わったら、今日ね、エアポートに、しかも送ってくのね、かわいそうじゃない帰り。もう泣くじゃんで、送ってって、で、明日、明後日で、しあさってにまた、見送りじゃない。迎えに行く。飛行機場に。飛行機場って言わない。空港に見送り行くんだよね。見送りじゃない。空港に、お迎えに行くわけなのよ。だから4日間だって、ベイビー。今日は、もうサンドイッチないからもう悲しいことしかないよね。はい、これ、もう、ドライって言ったじ皆さんちょっと聞いて、今日の夜8時半、ゃん。9時ぐらい。だから、ベイはもう帰ってきたら、もうシャワー浴びて寝るじゃないどうやって1日カウントされてるのって。それが、ベイビーの伝えたいことなの？そう。全然伝わらない。その次は、水曜日は、だいたい5時ぐらい帰ってくるから、また。もう1日ないもんね。もう終わりじゃない？ちょうど仕事終わって帰ってくるじゃないちょうどいいじゃない全然ちょうどよくないよね。そうすると2日間ってなりますよね。ならないよね。ですよ。ベイビーが4日間いなくなっちゃって、私がかわいそうな日っていう感じで、ここ数日間はすごい落ちてるの、私ね。もう二度としないでねって相談もしないわけよ。相談もしないで決めるの。それってさ、どうも夫婦っていうか、夫同士で。相談しないといけないよね。ねえ、飛行機買いますよの前にさ、OK かどうか、何のために行くのかとかさ。ちょっと待って、めちゃくちゃ相談しました。心の中ね、ちょっと考えて。心の中でね、話してるんだよ、私多分。ちょっと待って、心の中現実的に話してないじゃん、みたいな。心の中で、ちょっと考えて、いた方がいいかな。当たり前でしょ。ベイビーと本当に優しく来てみようかなと思って、ベイビーはどう思いますかっていろんなアプローチしました。ベイビーについてまずこの話いつも無視してる。どうでもみたいを無視して、しない。自分の中も話しましたかなと思うぐらい無視。全然無視しない。そういうことが起きる、引き寄せてるんだろうな、この人、みたいな。でも私はちょっとな、今無理じゃないみたいに思ってて、最初。もしも本当に行きたくって、あれだったらさ、もうちょっとちゃんと頑張って話すじゃない？頑張って。ね。僕ね、めちゃくちゃ優しくして、絶対にダメになったら、もう、行かないと思った。全然行かないなんてもう思わないから。絶対に行くから。一回もね、行かないっていうことはなかった。あります。自分から行くって言った時に。理由があります。まず、一番は、母の日。今日、日曜日、母の日と、お母さんと電話で話したら、私もお母さんいるよ、でも。違う日だし。ね、これリタリアの母の日？そう、リタリアの母。日本と違うの？全然違う。フランスも違う。知らなかった。私もお母さんいるよ。行った方がよくない？何言ってるの？いきなり行けないでしょね。でも違いがあるんじゃない？僕のお母さんは飛行機で2時間。だからお母さんが来ればいいじゃん。ベイビーのお母さんは飛行機で15時間だから、プラス車で3時間ぐらい。そう、だから勝手に行こうとするの。純は行けない一人。だから勝手に行こうと。だって大きなことじゃん。時間もかかるしね、労力がね。
だからすぐ行けるから勝手に行こうとするっていう。またそれがね、みんないい急なのよ。急。何日後だから行くねみたいな感じ。じゃあさ、母の日だと思ったらもうちょっと前から知ってて、もうちょっと相談したらさ、ベイビー何日後とかじゃなくて何ヶ月後とか行った方がいい？違うな。せめて2週間前だよね。1週間。せめて2週そう短いから2週間前じゃそう、ない？今はね、1週間だった。理由はね、私たちね、ビジョンがいるじゃん、愛犬の。だからどうするのよっていう大きい子だしさ、ね、この子なんか私たちといないと絶対ダメだからっていうことで、じゃあ一人で行ってくださいみたいな感じになっちゃって、結局かわいそうな私みたいな。ビジョンはまだ知らない。これから数時間後に可愛い愛犬のビジョンはね、苦痛を味わうのよ。クリスがいなくってパパがいなくって何言ってるか分かんないじゃん、喋れないから。でもそういう感じで悟ってあげないといけない。私はビジョンはかわいそうがね、キャスめちゃくちゃ喜んでた。いろいろ今日はちゃんとお話しして一緒に散歩行っていいお父さんでいてねってちゃんと話しました話戻るんだけど、サンドイッチ食べなかった理由は友達のハウスウォーミングパーティー行かないとことになった。ハウスウォーミングパーティーっていうのは友達が新しいお家ができたんだって。それで友達をウェルカムするっていう感じでね、そうもうパリの真反対なので、パリってどちらかって東京の山手線内に収まるぐらいのサイズなのね。なのに反対側行くのに対して1時間以上かかる。そうかかるね。はい。なので早めに行かないといけないからっていうね。そうだからサンドイいうッチ食べれなかった。食べれなかったね。友達の家行ったらめちゃくちゃ綺麗だった。まずびっくりしたのが猫ちゃんがいたの。かわいい。なんでかわかりますか皆さん。ビジョンはグレイハンドで猫とかウサギちゃんとかに反応するわけ。要するにもともとそれをハンティングしてた歴史がある犬なので、なんか猫ちゃんがいるとたまにね大きな事件起きちゃうからために食べちゃう。食べないです。食べないけれどもたまに大きな事件が起きちゃうからって言ってどうしようと思ったんだけど大丈夫だったねビジョンね。めちゃくちゃ気になった。すっごい気になって、もういつでも準備できてるよ僕行くっていう感じだけど全然行かなかったね。めちゃくちゃもうこういうなんかシェイキングしてた5時間ぐらいね。でビジョンが横になってねだんだん慣れてきてたのに今度は逆にその猫ちゃんが来るわけ、でビジョンも頭上げて何って見るんだけど大丈夫だったね。大丈夫だった。よかった。いやでも本当にすごいね素敵なお家にしてて本当に良かったね。そうなんかね景色がねめっちゃくちゃいい景色。もう丸々っていうかな、丸々どこでも見えるその方のお家がね一番ビルディングの上なんだからバルコニーがね全部あって丸々で全部囲ってるのでね東西南北全部が行けるっていう感じだったよね、モンマルトルっていうサクレクール寺院とかエッフェルタワーとか、ノートルダム寺院とかパンテオンとかまあ同じ方向なんだけどそうが見えるっていうねみたいな。それで昨日ねすごいねびっくりしたのがねジュン、クリス僕たちはねこれだけじゃなくてもう一つねお知らせがあってなんと子供を産むって言ってましたね。びっくり。嬉しいね。私たちもそういうお話ししてて子供のことについて、で子供もしもいたらいいなでも産めないからっていうことでね、いろいろ話してて、代理出産っていうところでね代理母のエージェンシーがあってそういったことができるっていうところがあるので、それでねいくつかのエージェンシーと私たちをお話しさせていただいててまだ決めてなくていいところと悪いところがいくつかあるのね調べるとね、そうだからそれをしてた時にそんなことを友達からいきなりワオみたいな感じでね去年の12月にその場所に行って種を渡しに行ったんだって、同じパターン僕たちと何の話？2面どういうこと？
ゲイカップル。あ、そうそうそう。そうなの。男性同士のカップルね。うん、そうです。そう。同じパターン。で、とりあえず、そのカップルだからっていうことで代理母のシステムを使うっていうところなんですけど、去年の12月に種を、もう、私に言ったんだって。はい。で、来月合体するっていうことで、で、来年の3月に引き取りに行くっていうの。だから、いつ生まれるかわからないので、まあ2週間前に行って、生まれた後は今度は自分たちのパスポートの発行があるから、そこで大体パスポート発行するってなると赤ちゃんの3週間から4週間かかるから、まあトータルで5週間前後はね、いないといけないよね。蜂蜜欲しいの？そう。欲しい。で、こうやってさ、もう本当にみんなの前でベイビー、こうやって皿の蜂蜜でこうやってペロってしてるのをさ、無意識にやってたよね、今ね。なんかみんなね、こっち見てるから大丈夫かな。もう見てる。絶対こっち見てるよね。話しながらこっち見てるよね。話進まないじゃん。で、それで、とりあえずトータル的に大体5週間前後だからかかるんだってね。そこに滞在しないといけないっていうところで。そう。っていう話を聞いて、私たちも今ちょうどそのお話とかね、してたりとか、エージェンシーとか、あと一番最初の、はい、はじめましてっていうね、いろんなエージェンシーね、今お話ししてるから、だからね、すごい嬉しかった。そう、なんかね、結構久しぶりに会ったじゃない？1年半ぶりぐらい会ったんだけど、二人の、なんていうね、ライフと、二人のライフね、結構、なんか同じ方向行ってたみたいね。そうだね。家買って、リフォームして、なんか家族のプランニングしてるじゃない？だから、すごい、なんか、めちゃくちゃ、それはびっくりした、僕ね。すごいびっくり。ね。ということで、みんなもね、初めてね、聞く方もいるじゃない？だけれど、私たちね、もう子供を探しています。子供を探しているっておかしいよね、その言い方。なんだけど、探してるよね。ね。はい。どうした？そうだよね。何？探してない？まだこの話してるのって。あ、まだその話してるの。でもさ、よく考えてよ。私たちみたいな同性で男性同士だとさ、子供産めないから、なのでやっぱりそういったね、サービスを使うから、やっぱそれ分頑張らないといけないよね。ね。まあいろんなやり方あると思うんだけど、だけれどもこれについてはさ、やっぱプラスアルファ頑張ってやっていかないといけないよね。じゃない？ね。そうだね。で、まあとりあえず、この話がメインじゃなくって、一番のメインは、私が一番かわいそうっていうメインなの、お話で、何がって言ったら、ベイビーがいきなり突然ね、自分の国に帰るってことで、母の日でね。そう。で、リトルで何したいんだっけ、ベイビー。お母さんと、ピラティス行きたいし、新しい家を探してるから、ちょっと不動産とお話ししないといけないし、あとは、車も売りたいから、新しい探さないといけないし、そういう、まあ、いろいろあるし、ちょっとゆっくりなディナーもしたいし、だから、2日でどのぐらいできるちょっとわからないんだけど、頑張ります。多分ね、ゆっくりディナーするぐらいで終わるんじゃない？きっとそうなるよ。クリスママほらどちらかっていうとお家にいる方が嬉しいもんね。そうだけど今ねお家にいるとめちゃくちゃ悲しいからお家出た方がいいと思いますから、だからいろんな頭の中もいろんなプランニングしてる。悲しいってまあお父さんは最近亡くなって、だからまあ今ねずっと一人にいるね。そっか。いつでもウェルカムなのよ、私たちの家族に。まあね、私たちのねビジョンがいるから、1、2と大きい大人と大きいワンコがいるっていうのだとなかなかね移動が難しいから、お母さんが来てくれた方が本当はね嬉しいんだけど、それもなかなか動かなかったりするじゃない？なんかね、最初の半年は絶対に出たくないと言ってて、出たらなんかちょっと悪いじゃないみたいっていう話になったんだけど、まあ今ねちょうど8ヶ月になっ
はいはい。になるから、もうそういう話、ちょっとだけ出てくる。ちょっとパリ行きたいなみたいな。あ、いいじゃん。出てくるねえ、来て、本当に来てほしい。ねえ。多分ね、パリは結構楽しめるじゃないの、お母さん。どこでも楽しいんじゃない？まあね。とりあえずビジョンいるからビジョンの世話してくださいって言ってお願いします。まあビジョンは一人でも大丈夫だけど楽しいよね。そうね、うんそうね。ゆっくりと夕食してあげた方が喜ぶんじゃない？ベイビーと。まあそうね。まあ忙しいとさ、もうってみたいに終わっちゃうじゃん。もったいない。そうだけど多分ね、なんか、またパリ戻ったら、自分でやらないといけないと思ってて、お母さんが。だからそういうなんか、ちょっとピラティスとか、なんか、自分でそういう、なんていうの、趣味作ったらいいかなと思ってます。床バレーじゃないんだ。床バレーないよね、スタジオが。めちゃくちゃ行きたいと言ってるんだけど、まだないよっていう話になった。お母さん？私はベイビーのお母さんに伝えてほしいんだけど、本当はね、私も一緒に行きたかったんだけれども、まあ、今回行けないからね、遠くから見守ってるよ。ベイビーをね、優しくね、優しく育ててくれてありがとうって。もうすぐ会います。そうとか言っといて。言っとくね。ね、チュッって言っといて、チュッって。チュッって。だけど、まあお母さんも、言ったら、ちょっと帰ります、2日ぐらい。めちゃくちゃ喜んで、でも、1時間後ぐらいまたメッセージ来て、ジュンは本当に来ないのみたいな。何回聞いて、本当に、ジュン君も大好き。ありがとう。私たちは会話はできなくて、もう Hello, how are you? I'm fine 終わりみたいな Thank you で終わるんだけれど、あとアプリとかを利用してやってるんだけど、なかなかリトアニア語が出てこないので、小さいな国なので。だからそういう会話しかできないよね。もうベイビーいないと会話できないんだけれども、すごい、ベイビーを育てたママなんだっていう感じのママです。ね。かわいいね。めっちゃくちゃ優しい。よろしくお伝えください。ということで、私は、ベイビーを心から見送りたいなと思います。でも、そろそろね、行かないと。でもね、やっぱりね、悲しい。大丈夫、マイベイビー。ということで、リトアニアに行きます。この動画がいいなと思いましたら、グッドボタン、高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。インスタフォローもしてね。そして YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。で、今回はベイビーはリトアニアに行くけれども、次会うときは普通にまたここに戻っているので、楽しんできてね、ベイビー。OK。ということで、また皆さん次回お会いしましょう。せーの。あちゅー。ただーん。